同窓会のお知らせ。僕が今年の夏経験した話です。今年の夏、田舎に帰るかどうしようか迷っていた頃、ヨッシーから電話がありました。何年も戻ってないけどどうしてるんだ。今年の同窓会には参加しないのか。今年は盛大にやるから先生たちも同級生もほとんどみんな出てくるんだ。幹事の三重もお前に連絡がつかないとぼやいていたぞ。電話してやってくれ。そんな内容だった。三重の電話を聞いて彼女に連絡して今年の同窓会に出席することにした。同窓会に出席すると同級生や先生たちの懐かしい顔があった。25年目ぶりなのでほとんど顔と名前が一致しなくて、みんなに怒られたり呆れられたり、相変わらず失礼なやつだなぁと。仲の良かった先生にも笑われた。しかしその中にヨッシーはいなかった。幹事にそのことを聞くと、ヨッシーって誰と聞き返された。確かにそのあだ名と顔は思い出されるんだが、名前は名字も下の名前も思い出せなかった。他の誰に聞いてもわからなかった。そして僕に電話をかけた人間は誰もいなかった。幹事の三重もそういえば他のみんなにははがきで出席の確認を取っていたので、自宅の電話番号しか教えていないので、携帯に直接かけてきたのはあなただけだったのでびっくりしたと言っていた。その場の空気が悪くなりそうだったので、それ以上話は広げなかったが、誰も嘘を言っている感じではなかった。二次会でまたそのことが話題になった。誰もヨッシーを思い出せなかったし、後輩や両親、兄貴にまで電話をかけてみたけど、誰も知らなかったし、僕に同窓会を教えてくれた友人は誰もいなかった。ただ母親がヨッシーらしき友人を覚えていた。一度汚れた古本を誕生日のプレゼントだと言って帰ってきたことがあった。あんまり熱心に読んでいるので捨てろとは言い出せなかったが、プレゼントにゴミ箱から拾ってきたようなものを渡すとは変な友達だなぁと思ったので、よく覚えているとのことだった。谷口がリダイヤルか何か残ってないかと聞いてきた。携帯の着信は10件保存されるので、あまり使っていない僕の携帯には彼の電話番号が残っていてもおかしくはない。調べてみると確かにそれらしい番号があった。リダイヤルを押すと、いきなり扉の向こうで携帯の着信音らしきものがいきなり鳴り出した。友人の何人かがいきなり飛び出し扉を開けたが誰もいなかった。その瞬間、僕の携帯がいきなり電池が切れてしまった。それ以来壊れてしまった。みんな怖くなって二次会は早々に切り上げることになった。そして先日ヨッシーからのメールが届いた。そのうちそっちに遊びに行くからその時は止めてくれよなと書かれてあった。返事はまだ書いていない。
住人の忘れ物。私はアパートなどの空室を次に入居される方のために掃除する家業をしています。この時も普段通り依頼があって入居前の部屋に行きました。そこは 1DK の物件で、全住人が長い期間居住していた割にはきれいで掃除も楽なところでした。夕方5時ごろに仕上げで最後の点検をしていると、靴箱の上の天袋が少し開いていて何かが見えたのです。中を確認してみると、縄のようなものと文字が書かれたお札、穴がある小銭がバラバラと出てきました。なぜこんな場所に？疑問を抱えながらすべて取り出すと、小さな段ボール1箱分にもなりました。一緒に掃除をしていたメンバーも何かのまじないかなと不審そうに言っています。とりあえず私は不動産屋に写真付きで忘れ物がありましたとだけ連絡し、物は自分の倉庫へ保管しておきました。その後これといった進展もないまま、その部屋のことはすっかり忘れていました。ところが数週間後、転居後の掃除の依頼があって向かうと同じ部屋だったんです。つい最近自分が手がけた部屋ですから、まだきれいな状態で掃除はあっという間に終わりました。何かありましたか？気になった私は不動産屋の担当に尋ねてみると、思わぬ返答がありました。まあ幽霊が出たとかなんとか、そんなこと今までなかった物件なのにさ。クレームをつけて家賃を踏み倒して慌てて出てったんだ。そう渋い顔をして話していました。私も仕事柄そういった話を耳にはしていましたが、自分の案件で起きたのは初めてです。正直気味が悪かったのですが、仕事ですので断ることもできません。手早く後片付けをして私たちは足早に次の仕事場へ移動しました。それからほどなくまた同じ不動産屋から電話が入りました。また幽霊だってよ。吐き捨てるように言って電話を切れ、私たちも乗り気しないまま部屋に向かいます。案の定部屋はきれいなままで、掃除もほぼ必要ない状態です。一体何なんだろうと考えていると、私はあの忘れ物を思い出しました。そういえばこの部屋、忘れ物があって報告していましたが、その後どうしたんです？連絡したんですけど、必要なものは手元に揃っているので処分してくださいって言われたんですよね。直感ではありますが、その忘れ物が原因だと判断した私は、もう一度前の住人と話をして説明した方がいいのではと提案し、電話で連絡してもらいました。詳しく説明すると、その住人はそれは私の先祖だと言っていました。昔から自分についているが、これといって影響もないので天袋に入れたまますっかり忘れてしまっていたのだとか。悪いものじゃありませんからお気になさらないでください。そう言われましてもこちらとしては困ります。なんとかなりませんか？お札と小銭がないとどうにも。私はもういらないと思っていたので、そちらでは処分してしまったんですよね。そのやりとりを聞いていて、私は話に割って入りました。すべてまだ倉庫にありますよ。処分に困っていた私としても、持ち主に返却できるのは願ったり叶ったりでした。こうして部屋に出ていた幽霊もいなくなり、今では何事もなく使用されているようです。転居される際は忘れ物がないか十分にご確認ください。
のペンションで見たウェットスーツの人。自分が今から7年前の23歳の時に経験した話をします。伊豆の当時のペンションに友達と2人で泊まりに行きました。到着した時間も少し遅くて、部屋で少しゆっくりしたら、すぐに夕飯の時間、7時ぐらいでした。夕飯を食べて部屋に戻って友達と2人で、夕飯も物足りないね、などと話をして、下田まで出かけ、何か食ってくることにしたんです。田舎のせいか、夜になるとやってる店もそんなになく、とりあえず電気のついている居酒屋に入って飯を食べることにしました。少し酒も入り、腹も満足したのでペンションに帰りました。車を置き、海でも見てみるという話になり、ペンションの前が人の通る道で、防波堤で海って感じになっていたので、ペンションの入り口の目の前に防波堤を登る階段があったので向かいました。ペンションでは楽しそうに家族で食事をしている人たちやカップルの姿が窓から見えていました。と、入り口の横のベンチに人がうつむいて座っているのが見えました。海の音を聞きながら、夕涼みでもしてるのかなと思って気にしなかったんです。その人の近くに行った時に、ゆっくり顔を上げて、俺と目が合ったんです。うつろな目で、少しの間、目が合っていたような気がします。着ていたものもウェットスーツで、今さっきまで海に入ってましたって感じで濡れてたんです。でも、この時はそんなこと気にもせず、階段を上がって海に出たんです。海は少しの光で照らされる浜辺と波の音だけしか聞こえなくて、つまらなかったので、すぐに部屋に戻りました。その時にはすでにウェットスーツの人はいませんでした。部屋に戻り、よくよく考えてみると、こんな時間にウェットスーツ、しかも今まで履いてたみたいに全身濡れてる。海は1メートルも前が見えないような暗黒だったのに、なんだか少しおかしかったよね、などと友達と話をしたんです。友達は疲れが出たのか早くに寝てしまって、俺は一人でテレビを見てたんです。なんだかんだで12時近くにつまらなかったのでベッドに入ったんです。少し寝つきが悪くてベッドの中でうだうだしてたんです。そしたら突然体の自由が利かなくなったんです。その頃結構金縛りに慣れてた俺は、もう旅行に来てまでなどと思ったんです。それでも見る勇気まではないので、目はしっかりつぶって金縛りが解けるのをまだかまだかと、少しの緊張と少しの恐怖を感じながら待ってたんです。そしたら俺の寝ている右側のマットが沈むんです。友達は横のベッドでいびきをかいてるし、他の部屋に人がいないのに、確かに俺の右のマットが沈むんです。誰かが立っている。そう思った俺はすごい恐怖に襲われました。やばいかも。でも目を開けて確かめる勇気はない。その時、さっきのベンチに座っていたウェットスーツの人を思い出したんです。あの人だ。あの人、死んだ人だったんだ。その時、ふっとマットが沈み、収まったと思ったら、何か俺の足首に絡まったんです。この時すでに、俺は恐怖マックスでお経を唱えたんです。その足首に絡まったものは、俺の体を少しずつ引きずっていくんです。
手の主はやはりさっき見たウエットスーツの人。しかもその表情はさっきのうつろな表情じゃなく、目を大きく見開き、つり上がり、口も大きく開き、とてもこの世のものとは思えない表情で俺を睨んでるんです。うわーと、気を失ったのか寝てしまったのか、あの状況で寝たとは考えにくいから気絶しちゃったんでしょうね。気がついたら朝でした。みんなが思うように俺も夢だったのかなと思いました。でも違ったんです。しっかりベッドに寝たはずなのに、膝より下がベッドから出ている。これは寝相が悪ければなりそうなのであまり気にしなかったんですけど、足首に残った手の跡はどうやって説明をつければいいのか。深夜のドライブ。今年の3月半ばの話。高校の卒業式も終わり、大学の入学式までまだ数週間あり、暇だった俺と友人のひろしが俺の家でだらだらと漫画を読んでいると、同じく友人の直樹から車でどっかドライブ行かねと電話があった。話によると、直樹の兄貴が長期出張に行くことになったらしく、その間車を借りれることになったので、どこか遠くへ深夜のドライブに行こうということらしい。俺たち2人はひたすら暇だったので、2つ返事でドライブに行くことにした。ただし俺たちは免許を取ってから機会があればあちこちにドライブへ行きまくっていたので、地元の周辺はほぼ行き尽くしており、しばらく考えた末にひとまず高速に乗ってからどこか適当な知らない場所で降りて、そこから下道を進もうということになった。1時間半ほど高速を進んだあたりだろうか、山の中の人気のないインターチェンジが見えてきたので、そこで降りることにした。高速を降りると予想に反してかなり整備された道だった。人家や店がないだけで街灯も多く、俺たちは雑談をしながらしばらくその山道を進んでいると、運転をしていた直樹があの横道入ってみないかと提案してきた。その横道は今まで走ってきた道とは違い、かなり狭く、街灯も何もなく少し不気味な感じがしたが、単調な広い道に飽きていた俺たちはその道を進むことにした。横道は予想以上に狭く、ところどころに木の枝が道まで突き出している場所などもあり、3人でなんか怖えななどと話しながら進んでいたのだが、不意に後部座席にいたヒロシがあれはと何かを見つけたらしく、止まってくれと言い出した。助手席にいた俺と運転していた直樹は何も見ていなかったため、車を路肩に止めた後でヒロシに聞いてみると、一瞬だが林の中に女の人らしい人影を見たという。俺はヒロシが俺と直樹を脅かそうとしているのだと思い、またまたと茶化すように聞いたのだが、ヒロシは大真面目に、いやマジだって、とりあえずちょっと引き返してみてくれよと真顔で言い出した。俺と直樹はまあ乗せられてやるか的なノリで車を引き返し、ヒロシが女の人を見たという場所まで戻ると、
さっき通った時は気づかなかったのだが、その場所には舗装されていない下り坂の横道があり、その先には真っ暗な林道が続いていた。直樹がお前が女の人を見たってのここかと聞くと、ひろしは道があったのは気づかなかった。でも女の人は間違いなく見た。ほら、その先にちょっと大きい石があるだろう。あの辺り。というので、半信半疑のまま林道を下り、その場所まで行くことにした。石というか岩のあたりまで来ると、その場所は少し開けており、車を止めて降りてみたが、周囲には誰もいない。俺はヒロシに誰もいねえじゃんと、はいはい、そろそろネタばらしよろしく的に聞くと、ヒロシはちょっとキレ気味に、マジで見たんだってと言い出した。仕方なく俺と直樹は岩のあたりを車のライトで照らしていると、岩の裏側の下の方に何か見えた。最初に直樹それに気がつき、俺たちは岩の裏側へと回り込んだ。そこで俺たちは背筋に寒いものを感じた。岩の裏側に回ってみると、さっきまで気づかなかったのだが、女物のブーツの片足だけが落ちていた。俺がもしかして自殺と独り言のようにつぶやくと、直樹が近くに車とかなかったぞ。どうやってこんなところまで来るんだよ。置き去りにされたとかなどと、ああだこうだと話していたのだが、ふと気がつくと、ヒロシが全く会話に入ってこないことに気がついた。俺がヒロシにお前はどう思うと聞いたのだが、ヒロシは林の中の一点を凝視して全く返事をしない。直樹がヒロシと聞くと、ヒロシは真っ青な顔で林の中を指さした。その方向を見てみると、背の低い木の枝や草が折り重なっていてよく見えないが、7、8メートルぐらい先に明らかに人がいる。さらによく見てみると、女の人のようだった。年は10代後半から20代前半くらいの、服装も普通で何もおかしいところはない。強いて言えば髪の毛が結構長いのだが、それが顔にかかっていて表情は全く読み取れない。直樹が、なんだ、やっぱり置き去りにされたんじゃねえ。かわいそうだから家まで送ってやるかと林の中に足を踏み入れようとすると、ヒロシがやめろと突然大きな声を出した。直樹はそれに意を介さず女の人を呼んだりしていたのだが、俺はその女の人がおかしいことに気がついた。髪の毛が前に垂れ下がっているから顔が見えないのかと思ったが、そうではなかった。首が180度逆を向いていた。俺がそのことに気づいたとき、その女が直樹の呼び声に応えるかのように振り向いた。正確には背中をこちらに向けた。暗くて目は見えないが、その女の口元は微笑むように笑っている。さすがに直樹も女の異常な姿に気がついたらしく、3人ともしばらく黙ってしまった。というより動けなかった。沈黙していたのは10秒もなかったと思う。突然ヒロシが俺と直樹の手を掴んで車の方へ走り出した。ヒロシに引っ張られ走る俺はなんとなく後ろを振り向いた。するとその女が微笑んだまま後ろ向きで草や木の枝をかき分けながらこっちへ向かってくるのが見えた。車に大急ぎで乗り込み、俺がおい追ってきてるぞと2人に言いながら岩の方を見ていたのだが、その女が見えない。俺はあれ追ってきてないのかと少し安心していると、必死でエンジンをかけていた直樹が突然うわーっと叫び声を上げた。直樹の方を見ると、運転席側の窓にマニキュアをした真っ白い手の甲が見えていて、それがゆらゆらと揺れている。ヒロシと俺は直樹に早く車を動かせよ、シャレになれねえよとせかし、直樹はものすごい勢いで車をバックさせて来た道へ戻り出した。林道から舗装されたさっきの道に戻り、俺とヒロシが林道の方を見ていたが、あの女は追ってきていない。少し落ち着いてきた俺たち3人はそれからほぼ無言だった。
俺は何かあの女の話をすると現れそうで怖かったのだが、直樹とヒロシも同じ心境だったのだと思う。先ほど降りたインターチェンジから高速に乗り、そこで俺はとにかく明るいところにいたいと途中にあった結構大きいドライブインに入ることを2人に提案して、2人ともその方が良いと同意してくれた。ドライブインに入ると時間はもう3時ごろ。人気はほとんどなく、駐車場に仮眠中のトラックが数台止まっているだけだったが、俺たちは明るいところに来れたため、ほっとして急に緊張の糸が切れた。自動販売機で温かい飲み物を買い、ドライブイン内のベンチでみんなで無言でカクカク飲み物を飲んでいると、自動販売機のある通路の方からふふっと女の人が笑う声が聞こえてきた。3人とも声に一瞬ビクッとしたが、まさかなと3人で気のせいであることを確認するために自動販売機のある通路へと向かった。そこにはあの女がいた。体は正面を向いていたため顔は見えない。本来後頭部にある後ろ側からふふっとさっきの笑い声が聞こえてくる。俺たちはパニックになり、反響欄で車に乗り込むと、そのまま猛スピードで車を飛ばし地元へ帰った。その後俺たちは各自進学し、俺は地元とは別の場所で一人暮らしを始めた。あれ以来実害はないが、時々あの女が視界の端に見える時がある。ヒロシと直樹とは今でもよく連絡を取り合うが、二人ともあの日のことは一切口に出さないため、二人にも同じものが見えているのかわからない。俺はあの女が視界の端に見えるたびに気のせいだと思うようにしている。シャレにならない怖い話。後悔。今日ここで私が9年前から苦しめられ続けている後悔と恐怖の記憶を、この話を見た人にほんの少しずつ持って行ってもらえればいいなと思い、ここにこうして書かせてもらいます。実際に何かがつくわけではありませんが、そう記述することで私自身の記憶の影がほんの少しだけ明るくなるので。9年前の体験、それは私が某保険会社に入社し3年目に突入した矢先の出来事でした。私は課長になり、4人の部下がいて、その中の3人I 君、T 君、Y さんは週に2回欠かさずに飲みに行くくらいの仲でした。残りの1人はこの物語には関係ないので省略させてもらいます。その日も私たちは4人で行きつけの居酒屋で食べた後、割り勘で支払いを済ませる途中でした。いきなり愛くんがリンゴ1個がちょうど入るくらいの大きさの見るからにボロボロな木箱を取り出してみせました。それは何か仕掛けのある箱で、以前流行ったルービックキューブのように色木目がきちんと合うように揃えると開くという箱でした。彼の言うには父からもらったもので、ずいぶん昔のものらしいです。何でも戦争前からあったそうです。父は開けれないし、どうせ戦後の焼け跡で拾ったものだからと僕に譲ってくれましたと言っていました。
その箱を彼は2世代隔てた今でも未だに開けられずにいるそうです。俺はその箱を見た時からなんとなく言いようのない悪感を感じていました。僕は霊感がある方なのでしょうか。時々上半身と下半身の釣り合いが取れてない人とか、足の足りないもしくはない小動物などを見かけることもあるのです。小動物などを見かけることがあるのです。なので僕は T 君と Y さんが代わりばんこにその木箱の節目をずらしたり引っ張ったりして見ているのを見ていて、なぜかヒヤヒヤしてしまいました。開け放ってしまうことを僕の霊感が恐れていたんだと思います。結局その日はその木箱は開きませんでした。店を出て帰りのタクシーが捕まるまでの5分くらいしか時間がなかったので、さすがに無理でした。その後、その日は全員何事もなく帰宅しました。次の日に愛くんが前日私以外の2人に好評だった木箱を会社に持ってきて、昼休みにデスクワークをしていた私のもとへ、Y さん、T 君連れてやってきました。私はその途端、付き合いが悪いと思われるのを覚悟で彼らに忠告しました。その箱は開けない方がいいと思うと。彼はいぶかしげな顔をしながら僕に兄と同じことを言うんですねと返しながらも、得意げにきっと近いうちに開けてみせますよと言いました。そしてデスクワークをしている私に気を使い、それきり昼休みは話しませんでした。その日の仕事が終わった後、4人で桜見をしようということになり、近くの公園で Y さんのお母さんの差し入れで吸い物をすすりながら桜を堪能していました。そんな時に T 君がこの素晴らしい景色を4人一緒に写真に収めておこうと言ってポラロイドカメラを出し、それでひときわ幹の太い立派な桜をバックに写真を撮りました。見事な写真が撮れました。でも変なのです。夜だから余計な光が入る心配もないし、開けた場所だからフラッシュが反射して変色する心配もないんですけど、写真がなんとなく薄い赤色を全体的に帯びているのです。T 君はこういうこともあるさと言ってもう一回全員で写真を撮りました。しかしまたも同じ現象が起こったのです。T 君は広い範囲で撮るから余計なものが入るのかもしれない。フィルムに余裕もあるし一人ずつ撮ろうと言って、私、Y さん、I 君、T 君の順番で撮ることになりました。まず私の撮影です。これはうまくいきました。次の Y さん、うまくいきました。問題はその次の I 君でした。一度目で撮れた写真はさっき撮ったのよりなんとなく赤みが強くなっているように見える写真でした。そこでもう一回。今度はなんだか愛くんの周りに赤ではなく黄色に近い色の薄いビニールのようなものが写っている写真でした。気味悪がりながらも愛くんはもう一回撮るように T 君にお願いしました。そして出てきた写真を見て T 君はなんだ、なんか変だと言って私たちの方に駆け寄ってきてその写真を見せました。その内容は愛くんの手や顔はほとんど隠されるほどに数えきれないほどの黄色い手が愛くんの体に四方八方から絡んできて、さらに愛くんの体の黄色の手に絡まっていない部分、下半身も鮮烈な赤に染まっていました。
愛くんはこれを見せられた後、一つの事実を告白しました。その内容は次のようなものでした。今日昼休みの後、印刷室でコピー機を回している間、木箱をいじっていたら、ついに木箱が開いたんですよ。だけど中からボロボロの布袋が出てきて、それに天皇のため名誉の死をたたえてって書いてありました。開けてみたら、大量に爪と髪の毛の束が出てきて、不気味だったから焼却炉に捨ててしまいました。私たちはすぐにそれをお寺に持って行って、その話をして写真を供養してもらえるように頼んだんですけど、お寺の住職さんは、あなたのしたことはとても危険なことです。あなた方の持ってきたその写真を供養しても、霊の怒りは収まりません。その木箱を持ってらっしゃい。それを供養してあげれば、中に閉じ込められていた魂も救われます。ぜひ持ってきてください。と言って、寺の住職はひとまず今日は帰るように促しました。しかし結局、愛くんと会うのはその日が最後になりました。次の日の朝、愛くんが昨日の帰宅途中、自宅近くで自動車に衝突され、胴体が切断され、下半身は炎上する車のタイヤに巻き込まれたまま一緒に焼け焦げ、上半身はそこから20メートルぐらい離れたところにあり、即死だったとのことです。その日、私と T 君と Y さんは彼の母親から木箱を譲ってもらい、それを寺の住職さんのところに持って行きました。しかし住職さんは、この箱は怨念そのものです。それももはや人のものではなくなっています。この霊たちの怒りを鎮めるのは難しいです。供養して差し上げたいのですが、時間がかかります。それでもよろしいですかと言いました。愛くんは霊に疲れるたったの半日で命を落としたのを見ている私たちは、それではいけないと思い、自分たちで読経を覚えることにしました。その年の12月、私たちが霊の恐怖を忘れかけていた頃になって、Y さんが火事で亡くなりました。火事の原因はストーブの不完全熱傷だったらしいです。残された私と T 君は気味が悪くなり、会社の転勤を希望しました。ことが起きたこの地を離れれば、霊たちも私たちのことを追ってこれないのではないかと思ったからです。しかし考えたくありませんが、すでに私と彼のどちらかが疲れている可能性もあるわけなので、お互いの了解で別々の場所で転勤させてもらうことにしました。しかしその考えは甘かったと後から思い知らされることになりました。それから9年が経過しました。まさに悪夢のような9年間でした。T 君は転勤後2年目にして結婚、その後1人目の子供が生まれて、半年で肺炎になり亡くなり、2人目の子供も流産で亡くなりました。それと同じに2度にわたる流産で T 君の妻も体を悪くし、脳に腫瘍ができ、植物人間になって次第に体力が衰えていき、最後には死に至る重い病を患いました。そして9年目の秋に亡くなったといいます。T 君も精神的に参っていたのでしょう。翌年の春に会社の屋上から飛び降り自殺をしてしまいました。それから2年が経ち、現在に至ります。この頃になって頻繁に
激しい動機に見舞われるようになりました。さらに夢に先に行った3人が出てくることもたびたびありました。私はこの先どうなるのか分かりません。今の持病の動機も恐怖によるストレスから来る一時的なものでありたいと思いますが、私を除いた3人がすでに他界してしまっていることから、私ももう長くないかもしれません。この長く読みづらい素人文章を最後まで読んでくださった人は、私についている霊を鎮める手助けをすると思って手を合わせて簡単な読経をお願いしたいと思います。南無妙法蓮華経と。バイト先の会社の寮で幽霊騒ぎがあった。俺は入社して1年も経たないのでよく知らなかったが、以前から気味の悪いことが起こっていたらしい。寮に入ってる社員の T さんの部屋が特に出現率が高いそうで、俺に相談してきた。 T、 この前もさ、顔洗って鏡を見たら俺の後ろに怖い女が映ってたんだよ。うわっと思って振り向いたらまだいるんだよ。せめて振り向いたらいなくなってほしい。 T さんは精神的にかなり参っているようだ。俺は子供の頃から霊感が強く、いわゆる見える人だが、だからといって霊をどうこうできるわけではない。しかし仕事中もずっとうつろな目をしている T さんを放っておくのも酷だ。俺は同時期に入ったバイトの Z を誘って寮に行くことにした。 Z は子供の頃から霊収穫が強く、いわゆる陰る人だった。それが何を意味するのか、寮での実践を報告する。俺たちが行くと T さんはよほど一人が心細かったのか、わざわざ外まで出迎えてくれた。けど俺は寮を見た時からなんとなく嫌な感覚に襲われていた。夜中にパトカーの回転灯が集まっている場所を見るような嫌な感じだ。ふと窓の一つに目をやると、閉じたカーテンが不自然にめくれ上がり、そこから妙に小さな顔っぽいのがこちらを見ている気がした。俺にはそれが近づくなの警告だと思えた。でも極力明るく振る舞う T さんに気を使って言えずに見られるがまま、俺、どうだ Z、 何か感じないか Z。 いや特にないな。まあ上がらせてもらおうか。 T、 おう、酒も用意しといたぜ。さあ入れよな。はっきり言って俺は今日はやめておこう気分になっていたが、下戸の T さんに酒を用意されては退路が失われた。T さんの部屋に近づくほど嫌な感覚が増す。
案の定さっきのめくれたカーテンの部屋だった。飲んでも気分が盛り上がるはずもないが、度胸漬けの気持ちで飲む。さりげなくカーテンを直しておいた。T さんによると、夜寝ている時が一番怖いのだという。最近はまともに寝れなかったそうだ。今日は人がいることに安心したのか、飲んでもないのにうとうととしている。俺、布団で寝たらいいですよ、T さん。T、すまんな。Z、明日も仕事だし、俺らも寝るか。この部屋ではとても寝れるような気分ではなかったが、俺も Z も毛布を借りて寝ることに。なんとなくカーテン側は嫌だったので、離れてソファーに横になった。俺の様子が変だったのか、Z が小声で聞いてきた。なんか見えたのか？俺も小声で返す。ここに入る前に気味悪いのを。Z は？ Z、特にないって。俺は見れないもん。嗅げるだけさ。俺、何度聞いてもわかんねえよ。それ、さあ、幽霊ってどんな匂いなの？ Z、それぞれだな。ものによるよ。一つ言えるのは人間の匂いじゃないってことかな。それは少しわかる。俺も霊は人間には見えないから。いつの間にか電気が消えている。どうやら寝ていた？そんな気はなかったが、体の向きを変えようとして奇妙な音に気がつく。ペタ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 と低いところから聞こえてくる。床に手をつける音？何かが床を這い回っていて、そう判断している最中にペタペタのリズムが速くなり、体が強烈に重くなった。金縛りとは違う。目を開けるにも全力を使うような状態。俺が見たのは正座で俺の胸の上に乗る女だった。昔のアイドルが着るような黄色の派手な服だが、体は普通だ。頭が野球ボールほどしかなく、頭蓋骨を抜いて干し上げたような質感をしている。結果、やはり人間には見えない。Z、おい、Z。声を絞り出す俺に人間界女の顔が近づく。Z、気づいてくれ。Z、なんだ？どうし、くせえな。いるなこれ。匂いながらこっちに近づいてくる Z。見えないのは無敵。Z、この辺からだな。何？お前の上に乗ってんの？うわ、マジか。これはね、なんつうんだ。ペット売り場の匂いだな。小動物。あんまり大した例じゃないかも。なんだ。ひょっとしてこの辺り頭じゃねえ？人飼いの部分はくせえんだ。こいつ相当ブサイクだろう。ハムスターとかじゃねえぞ。亀の食い殺した餌が水槽の底に溜まった。俺、もういいよ。いなくなったから。Z が匂い分析表現のあたりで大体の例は消える。女性霊は早く消える傾向がある。霊にとって匂いを嗅がれるのはよほどショックなのか、二度と出てこないらしい。翌日、久しぶりに熟睡できたという T さんが職場でこの話を披露した。もともと冗談が好きな T さんの話に、ほとんどの人は半信半疑だが、寮の人は感謝と敬意を込めてか、
Z の下の名前をカオルと呼ぶようになった。これは3年ぐらい前に体験した話です。その日、俺ん家で友人 A と2人虚しく酒を飲んでいた。今から何するみたいな会話をしていると、友達 B から自分の携帯に電話がかかってきた。内容は男2人でおるげんけど、暇やし遊ぼうって。俺はおいおい野郎ばっかりなんなんと正直思いましたが、暇だったのでそいつらと待ち合わせしました。そしてこの時 B が連れてきたやつっていうのが霊感バリバリの C 君。俺と A は C 君とは初めてだったので、よろしくと挨拶をし4人で飲み始めた。そして散々飲み倒した挙句、最終的には野郎だけで飲んでいても暇になり、 C 君の怖い体験談を聞いていたら心霊スポットに行こうってことになりました。若さゆえに飲酒運転でしたが、 B が車を出してくれて C が5人乗りやし狭く乗れるっしょと自分の車のようにドヤ顔で言ってきたので、とりあえずみんなで突っ込んだりたわいもない会話、心霊スポットへと向かっていました。目的地が近づくにつれて C 君がだんだんと無口になっていったのですが、酒が入っていたせいか俺たちはテンションマックス。もう少しで着くっていう時に C 君がいきなり、 C 君なあ今日は行くのやめん。俺はもう着くしそれはなしやろ。 C 君だって俺さっきから気持ち悪いもん。いやそれただの酒飲んで気持ち悪いだけやろ。違うマジ無理止めて。そこで仕方なく車を止めると C 君が車から飛び出し思いっきり吐き始めた。みんなで背中さすってやったりして5分ぐらいして車に戻ってきた。 C 君どうしても行くんやな。 B 当たり前やがい。 C 君マジ知らんぞと10分ぐらいで目的地に着きました。さて降りるかと思った瞬間、ガチャガチャっと車の鍵が閉まりました。俺なんで閉める。閉めてなんて。てか鍵壊れてあかんわ。その時みんなシーンとなり一瞬にして帰宅モードに。でもいきなり C 君が C ダメやいっぱいおるわ囲まれとる帰れんよ。それを聞いてみんなパニックになり、どうするって話していたら C 君が、俺が何とかするからお前ら下向いて知らんぷりしとれ。みんなして一斉に下を向いて黙りこくりました。なぜか助手席の鍵は開いていて C 君が外に出て行き、誰かと10分ぐらい喋っているのを俺たちはひたすら耐えました。その時の喋っている内容はいまいち聞こえませんでしたが、謝っているように聞こえました。そして C 君が戻ってきて、もう大丈夫って言ってきたので一目散に帰宅しました。完全に酔いも覚めてなんか食べようってことになり、俺ん家の近くのファミレスに行きました。そこでテンション片落ちの中、なんとか雰囲気を盛り上げようとしたのか C 君がこう言いました。 C 君てかさ、最後まであいつ喋らんな。マジ不愛想やし、本当に連れなん。トイレからも遠やしって、うんこでも
しとんじゃけ？俺 AB。 C 君。名前知らんけど、名前なんて言うがあいつ。とお前俺と一緒におったやつやって。マジビビりそうになった。後々考えると5人乗りの下りの時に C 君は気を使ってたんだなと思いました。俺たち4人だったのに。誰だこいつ。昔あったことを簡単に話してみる。前置きが長いが、ちょっと聞いてくれると嬉しい。はじめに言うが、俺は正気だし、脳の病気を抱えたりはしていない。ちょうど今頃の時期、何か連絡しなきゃいけないことがあって、出先から電話をかけようとしたら、携帯がなかったんだ。仕方がないから電話ボックスを探して10円玉を入れ電話が終わって電話ボックスから出ようとしたら、人が出入り口の前に立っていた。電話待ちかと思って「あ、すみません」って言って電話ボックスから出てさっと行こうとしたら腕をつかまれた。って感じで振り返ると、俺身長 179.9 センチの胸ぐらいの身長の人がいた。黒いパーカーを着てて、小柄というかげっそりと痩せてる感じの人。顔はうつむいていてよくわからない。時間はもう夜中だし、辺りは暗い。危ない人かと思ってちょっと怖くなった。何ですかって言っても、その人はただうつむいているだけで何も言わない。フードの下、なんとか見える顔の下半分、口元が引きつっている。気味が悪くなった俺は手を払ってその場から逃げ出した。それでここからが本番。それからしばらくして仕事が休みの日に久しぶりに友達と飯を食いに行った。予想できると思うけど、その友達が霊感強い人。とりあえず行きつけの食堂でラーメンとカツ丼セットを食べて店を出てからさ、どこに行くって話をしながら車に戻ろうとしたら、駐車場で別の友達とばったり会った。次から霊感強い友達を A、ばったり会った友達を B と書く。おお久しぶりって感じで A を放って B との話に花を咲かせた。しばらく話して A を B に、B を A に紹介しようと A の方を見た。A が B を睨んでいる。放置して切れたか。悪かったとは思うが、睨むことはないだろう。むっとした俺はそのことを言おうとしたが、A に出鼻をくじかれた。誰だよこいつ。今から紹介しようとしてたんじゃねえか。そう思って、こいつは言葉が出ない。初めにやれと思った。次に誰だっけって考えた。そして鳥肌が立った。誰だこいつ。怖くなった俺は反射的に B を振り返った。さっきまで笑顔で話していた B はうつむいていた。うつむいた顔の口元が引きつっている。愕然とした。行くぞ。A が俺の腕を引く。はっとした俺は運転席に急いで入って食堂の駐車場を出た。お前、あれはよくねえよ。変なもんに気に入られたな。なんとかしてくれよと言うと、無理。取りつかれているわけじゃないし。取りつかれていれば何とかできるのかと聞くと、何とかするために取りつかれてみるかと返された。それ以降俺は
たびたび B に遭遇し、場合によっては A の家に逃げ込む羽目になった。つい昨日、会社の帰りに遭遇したので書き込みたくなった。見ている分には怖くないかもしれないが、本人からするとほんと怖いんだよ。2時14分。小学生の頃に祖父が亡くなり、祖母は広い家に一人きりとなった。親族での話し合いの末、私たち家族が引っ越しし、祖母と同居することに決まった。そこは父親の実家で、驚くほど何もないうんざりするような田舎だった。田んぼと民家だけで店はない。電灯が少なく、夜は真っ暗。祖母の家にも以前女性が助けてくださいと駆け込んできたことがあり、通り魔によって人が亡くなった事件もあった。要するに、田舎といってものんびりした田舎ではなく、物騒な土地なのだ。まだ子供であった私自身も、その土地には嫌なものを感じていた。引っ越して間もなく、生まれて初めての金縛りに遭遇した。私たちの寝床は子供部屋などなく、祖母の部屋の隣にある空き部屋だったが、一緒に寝ている姉と弟にも、隣の部屋の祖母にも、私は何も言わずにいた。それは3日に1度ぐらいの頻度で起こり、怯えて床につく日が続いた。私は横を向いてしか眠れなくなっていた。仰向けで金縛りに遭うと、上に何かが乗ってくるのがわかるからだ。1年が過ぎた頃、祖母が突然、子供たちは別の部屋で寝るようにと言い出した。その頃、祖母と母親の折り合いが悪くなっていた。そのためなのだろう。私には優しい祖母であったが、両親と喧嘩をするときはまるで別人だったのを思い出す。ちょうど姉が高校受験を控えていたため、これを機に子供たちも各自部屋を与えられた。今まで子供部屋だった場所は姉の個室となり、姉は一人そこで眠る。私と弟は部屋に布団をしまう押し入れがないという理由から、仏間で眠ることになった。その日を境に金縛りは毎晩となった。仏間をうろうろと歩き回り、時には添い寝までしてくる。それ、やってくるとまず、絨毯の下の畳がきしむ、紛れもなく人が歩く時の音であった。私の背中にぴったりとくっつき、並んで寝ている。それの息遣いを後頭部に感じた。間近に向かい合って寝ている時もあり、私は必死に目を閉じていた。心の中で、読経していたら顔を殴られるような不思議な衝撃を受けたこともある。夏になっても全身に何かをかぶっていないと眠れなくなった。すると時折、布団の端がふわっと持ち上がり、パタリ落ちることもあった。スッと体が持ち上がったような浮遊感を感じることもある。精神の限界。親に相談したが、寝床を移してはもらえなかった。ただ、横で聞いていた姉が、青ざめた顔で私に言った。それ、2時14分じゃない？隣の個室にいた姉も、怪現象に毎晩悩まされていたのだという。それは、
足首をつかんだり、首に手をかけたりもするらしい。つかまれた感触は朝になっても生々しく残っている。それがいなくなった後、時計を見るといつも2時14分を指していたのだそうだ。母と祖母はますます険悪になり、私たち家族は2年足らずで家を出た。祖母は10年後に他界するまであの家で暮らしていた。たった一人10年もあの場所で。姉は言っていた。それは姉の部屋を通り仏間の方へ行っていたと。そして姉の部屋と仏間の延長線上、そこには祖母の部屋もあった。高校の修学旅行で本当にあった話。当時私のグループは5人で仲が良かった。この5人を仮に私 A、B、C、D とする。その日のホテルは4人1人部屋で5人では泊まれない。他のグループとも仲が良かった B が別の部屋に泊まることになっていた。だけどせっかくの修学旅行なのにみんなが揃わないのは寂しい。消灯の時間までなら構わないだろうと A、D が B を呼びに行った。残った私と C は交代で風呂をシャワーを浴びることになった。C が先に入り、次が私。私が浴室から出てきたら C がベッドに腰掛けて首をひねっている。理由を聞いたら携帯のカメラの調子がおかしいとのこと。当時付き合っていた旅先から写メを送ろうとしたのだが、シャッターを押しても写真が撮れないのだ。試しに私が撮ってみようということになり、C が腰掛けていたベッドの向かいに座ってシャッターを押す。撮れなかった。変だねと言いながら私の横に来て携帯を確認する C。そのまま2人で自撮りしてみたら今度はちゃんと写真が撮れた。治ったのかなと試しにそこら中を撮りまくってみたらちゃんと撮れる。で C が使おうとしていたベッドに戻って彼氏に送る用の写メを撮ろうとした。けどなぜかやっぱり撮れない。そのうち C がこのベッド呪われてるんじゃないのと言い出した。2人でキャーキャー言っていたら B を呼びに行っていた D と A が帰ってきた。写真が撮れない話をして予期せぬ会談に一通り盛り上がったものの、誰もそこまで真面目に捉えず、話は普通にガールズトークに流れていった。22時ぐらいだったか、早寝早起きの習慣が身についている A が眠気に耐えきれず先に寝ることになった。その後しばらくして消灯の時間になり B も自室に戻る。残った私と D と C はどのベッドで寝るか軽く揉めた。誰も本気で例のベッドが呪われているとは思っていないが、やっぱりなんとなく気持ちが悪い。流れで3人で一緒に寝ることになった。怖い怖い言った後だったからみんな一人で寝るのがちょっと怖かった。
まだまだ語りたいこともあったし、でもおしゃべりしていたら怖かった雰囲気も消えて、そのうち寝心地優先になった。最初に D が違うベッドで寝ると怖くないベッドで一人で寝た。その後私は寝てしまったのだが、一緒に寝ていた C は暑くて我慢できず例の怖いベッドで寝たらしい。明け方5時ぐらいに A の目覚ましが鳴った。目を覚ました私に A が謝って2人してそのまま二度寝した。翌朝支度を終えてロビーで朝食を食べていたら A が B はいつの間に部屋に戻ったのかと聞いた。部屋移動しているのバレたら面倒だから A が寝た後消灯前には帰ったよと答えると驚いた顔の A。C と寝てたよね。理由を聞くと明け方間違えて目覚ましが鳴った時、寝ている C の横に布団から頭部が覗いていたから B だと思ったらしい。その後は特に怖いことはなく修学旅行を終えました。実話なのでオチはないです。怖くなかったらごめんなさい。